はいどうも、ストックロックです。前回ですね、この紙やすりホルダー、こちらを2つ作りましたが、今回はその続きですね、紙やすりを切るためのカッター、こちらを作っていきたいと思います。板にね、刃をつけるだけで、もうカッターにはなるんですけれども、ちょっとそれだけじゃ面白くないなと思ったので、収納までを考えて作っていきたいと思います。実際は100均グッズにただ頼るだけなんですけど、そのあたりも考えて作っていきたいと思います。で、まずはね、メインとなるシナベニア。これは前回のヤスリホルダーのこの下の部分で使ったやつですね。はい。この残りの端材を使って、今回はカッター部分を作っていきたいと思います。で、大体のサイズを決めて、まず先にね、カットしちゃいたいと思います。大体この刃が収まればいいので、パッと見30センチもあれば十分かなっていう感じですね。なので30センチでいきましょうか。縦は30センチ、横はこのまま知らん。よいしょ。こんな感じですね。この刃が余裕を持って収まれば全然 OK じゃないかなと思いますので、この辺りでカットしていきたいと思います。1枚の板を切り出しました。縦が今測った、300mm ですね。で、横が 173mm でした。この板をね、ベースにしていきたいと思います。はい、次はね、この紙やすりを、カットするにあたって、今回は3分の1サイズをカットできるっていうことと、さらにその半分だね、6分の1っていうのを作るのを目的としているので、そのサイズを容易にカットできるように差し込んだ時にですね、ここまで差し込んだらちょうど3分の1カットになるよっていうような留めの部分を作っていこうと思います。今回作ろうと思ってる方法は非常に単純で、いつしか切ったこの端材ですね、よく出ますよね。カットするとこういう細い材料、結構自分は端材を取っておく方なので、取っておくことによってね、片付かないっていうデメリットもあるんですけど、こういう時にね、活かせるわけですよ、端材は。なので、この端材を使ってうまく、3分の1カットのラインと6分の1カット、3分の1カットをさらに半分にするラインですね。そのあたりに、これをうまく切って組み合わせて L 字型、なんて言うんだろう、クランク型っていうのかな、クランク型に、木を切って貼り付けていきたいと思います。ただね、この線を引くにあたって先にこの刃を固定しちゃった方がいいかなとも思うんですよね。そうすると実際にこう差し込んで合わせることができるので、先に刃を止めちゃいましょうか。この辺にしようかな。じゃあこの辺りに穴を開けてボルトを通すようにします。はい、ということで今ここね、2箇所穴を開けました。これは刃の取り付け用の穴ですね。そんなに精密さをこだわらなくてもいいかなと思います。で、刃の取り付けにはこれを使っていこうかなと思います。M4 の長さ 15mm の六角ボルトですね。これで固定してみたいと思います。特にこれを使う理由はないんだけど、ただ家にこれ新品の状態で余ってたんで使ってやろうかなと思いまして、これを使っていきます。長さもちょうどいいのかなと思うんだけど、ちょっと短いかな。だからこれ裏を埋め込んであげる必要がありますね。出ちゃってるんで、ちょっとめんどくせえな。でも埋め込んであげれば六角なんでね、裏側はもう完全に固定されますんで、とりあえず穴の位置が合ってるのか、大丈夫そうですね。はまりそうなんでこのまま作業は進めていきます。じゃあまずこれ六角はまるように彫刻刀か何かで彫りましょうか。ボルト通りに毛がいていきます。はい、こんな感じで、ボルト、六角ボルト通りに削っていこうと思います。これは彫刻刀の方が削りやすいかな。裏面なんでそこまで気にしてやる作業でもないかなと思いますんで、はまればいいです。よし、多分これでぴったり入ると思うんですよね。ギリギリ OK。 はい、こんな感じで2箇所ですね、ちゃんと埋まった状態で取り付けれましたんで、これだと上からねじ込んだ際に一緒に回っちゃうことがないので、脱着が楽になるかなと。こんな感じで、あと上は超ナットで留めていこうと思います。ただ超ナットで留める前にワッシャーは入れようかなと思ってるんですよね。若干浮かせてあげた方が紙やすりが入りやすいと思うんで、その分ね遊びができちゃうんだけど、はい、こんな感じでいいんじゃないかな。
であとは、M4 の超ナットですね。このワッシャー入れた方がいいかな。はい、こんな感じです。あとは紙やすりのサイズに合わせてこの枠を取り付けて、なんかそれぐらいで終了でいいんじゃねえかなと思います。まずこの3分割なので281あって割る3、93.6、93でいいな。93が3分の1サイズ。この縦ライン、これがちょうど3分の1サイズですね。ここをちょうど切れるようにしたいので、線を合わせて固定しておきましょうか。はい、じゃあこんな感じだと思うんで、この3分の1ラインで止めた状態で線を引きます。よし、一回切ります。この線に合わせて、はい、これが3分の1カット、これですね。でこれを半分にしたいんですよ、次。なので半分の1に線を引いて、でまたちょっとラインを引きましょうか。横幅が228なので114か。これが真ん中。この真ん中のライン、これを切りたい、そんな感じですね。なのでこの辺かな、刃の分があるので、この辺で切れてくれればいいか。ここにも線を引きます。はい、ということでこの外側のラインですね。この外側のこういう感じのクランクで留めの材料を貼っていけば、とりあえず簡単にカットできるのかなと思いますので、この薄く切った材料、廃材を使って枠を取り付けていきたいと思います。あまりこだわりはないんで、本当はねちゃんとした材料で貼った方がいいんですけど、この細く切ったやつって使い道なかなかないんで、しかもこの使おうと思ってるのが集成材なんで、後々ね接着が脆くなってボロボロになってくる可能性もあるんで、本当はちゃんとしたのを使うべきかもしれませんね。こんな感じ？すげえなんか小学生の自由研究みたいだけど、っていうほどデザイン性がクソだったので、もうただ単純にこの2本をつけるだけにします。これの方が潔いっすね。で今角ね、面を取ったんで色を塗って、ボンドで貼り付ける程度でいいかなと思います。よしよし、 OK。2本塗りました。次はこれを接着剤で固定します。で裏塗ってないんで、このまま間髪入れず貼り付けていこうかなと。この辺でいいかな。いいぐらいでしょう。よし、 OK です。ではこのまま接着剤が乾燥するまで少しだけ放置していきます。はい、ある程度固まりましたんで、一点気に食わない点があって、この角ですね、ちょっと角張ってるのが嫌なので、ここだけヤスリで削りたいと思います。はい、ということで完成しました。これが完成形です。最後角も削って圧倒的に軽量化されましたね。木の板に刃と端材を貼っただけなんですけど、結構ね使いやすいかなとは思います。実際に1個切ってみましょうか。例ですけど、60番手のヤスリをまず3分の1に切ってみます。ただねちょっとねこの刃の高さをこの超ナットでね調節すればいいんですけど、ちょっと40番手とか60番手になるとちょっと入りづらいっすね。きついんすよ。入るけどみたいな、ちょっと緩めないとなんかなっていう感じですね。とりあえず切ってみましょう。ギュッと、はい、こんな感じでサクッと3分の1サイズにカットができます。この3分の1サイズをつけるのはいつも使ってるオービタルサンダーですね。はい、これにビタッとつけるような感じになります。もうサイズはねぴったりです。そりゃそうですね、ちゃんと測って作ってるんで、こんな感じでぴったりサイズでカットができます。今やんないですけど、これつけた状態でもともと付属しているこの穴開けですね、バシッと穴を開けてもらえば、こいつはもともと吸塵機能がついてますんで吸塵してくれると。まずその使い方が1点で、もう1点はちょっともったいないですけど切っちゃいますか。次はこの黒い方ですね。
黒い方にパチッとはめてもらって、これをカットする。はい。そうするとちょうど半分になりますね。でこの半分になったものは以前作ったこいつですね。こいつに丸めてもらってパチッとくっつけていただけると、そのまま使えると。これで手でヤスリがけができると。こんな感じを想定して今回作りました。使い勝手はいいですね。普通に手で切るよりは測らなくてもいいので、すごいスムーズに使えるかなと思います。見た目はちょっとしょぼいですけど、色合わせたんでね、結構おしゃれな感じにできたんじゃないかなと。で次はこれの収納ですね。で収納は、壁に収納していきます。ということで、まずこの 2x4 材をカットしていきます。はい、カットが完了しました。で、普通に棚を取り付けてもいいんですけど、今回100均でね、いろんなグッズを買ってきたんですが、そのうちの一つでね、こんなものを発見したんですよ。ネジ式のダボ。これ100均に売ってるんですね。しかも100円で結構入ってるんで、これ何個か買ってきちゃいました。初めて見たんで。で、今回はこれを使って、この 2x4 材を取り付けて、その上にこいつらを収納できるように作っていきたいと思います。今切った 2x4 材を実際に設置する位置にはめてみました。でこれ本当に今はまってるだけです。結構ギリギリだったようで、何にも止めない状態で綺麗にはまっちゃいました。なので一応ダボを下に打っときますけど、あんまり意味ないんじゃないかっていう印だけつけて、4箇所ダボを取り付けてから、またこれを上から乗せたいと思います。なんかこうやって並べてみるとちょっとだけおしゃれに見えるよね。よし、じゃあ今ダボを4本打ったのではめ込みます。で、これにただね、さっきのカッターを乗せるだけだと全然面白くないんで、マグネットを利用した方法ということで、今回はね、ブックスタンド、スチール製のブックスタンドですね。これをうまく使って壁に貼り付けられるようにしたいんですけど、こういう木を隠すような感じで、こんな感じで、裏面からちょうど穴も開いてるしね、開いてないとこもあるけど、から打ち込んで、それで乗せたいと思います。はい、今ブックスタンドを取り付けて曲げてきました。この方が取りやすいかなと思いまして、あと若干塗装もしてきました。これをはめます。どうなんだろう。いいのか悪いのか。取りやすい角度ではある。で、これプラスもう一個ね、ブックスタンドを取り付けていこうと思います。はい。こんな感じのちょっと縦が長くて横幅がさっきのよりは短いやつ、これをねこの辺に取り付けたいなと思ってるんですよ。で意図としてはこの1/3カットにしたヤスリをこうやってぶら下げたいんですよね。こんな感じでいいかな。で後ろちょっと隙間開けるような感じで、ここには切ってないやつを挟めたりすることもできるかなと思いまして、よしよし、いいんじゃないの。でポンポンと、どうですかね。これとか、マグネット他にも買ってきたんですけど、こんな感じで紙ヤスリカッターと、あとホルダーですね。ホルダーはちょっと取りやすいように、斜めに曲げましたけど、これあとね直角だとちょっと弱くて振動でずり落ちてきちゃいそうだったんで、今回こういう風にちょっと斜めにしました。これだと安定感があるかな。これを半分に分けてね挟むようにするともうがっちり固定されるんだけど、ちょっと直角だと弱いかなっていう印象があったんで、今回斜めにして取りやすいようにしました。でこれはもうほんとおまけですね。3つ買ってきて1個余ったんでどうしようかなと思ったんですけど、この下にこうぶら下げるよりはなんか見た目がいいかなと思って、ここにぶら下げれる場所を作りました。それとは別にこんなのも100均に売ってますんで、こういうのをつけてもらって、なんかここに入れてもいいのかなと思いまして、とりあえずブックスタンドをここにくっつけてみました。結構100均のグッズ使えますんで、こんな感じで収納に使っていただいても面白いのかなと思います。アイデア次第でいろいろできるんで、今回のこのアイデアいいのかちょっと微妙ですけど、今回はいつも通りになるようになれっていう精神で作ったらこうなりましたっていうだけなんで、もっとねデザイン性の高いものをぜひ作っていただきたいなと思います。
こんな感じで作っておくと作業が楽になりますんで、皆さんもすごく簡単なんでね、ほとんど廃材で作りましたし、このノコの刃なんかもそろそろ切れ味悪くなってきたなっていうので十分だと思いますんで、残ったものでこのサンドペーパーをね使いやすくできるように、廃材を利用して作っていただければいいのかなと思います。今回の動画を見てちょっとでも参考になったっていう方はチャンネル登録、少しでも面白かったっていう方は高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。